誰もがおそらく考えてることだとは思うんですけど、建物ってその建物を設計し始めてから出来上がって、その後出来上がった後からもその使い手の人によってどんどん変化していくものなので、なんていうか私たちがお手伝いできるのは、メインとしては建物を引き渡すまでかもしれないですけど、その後のことまで考えられるようには意識したいなと思ってて、一緒にこう使い手の人たちとそのままさらに成長できていくような、なんかそうやって建物自体の歴史を見ていくことができるといいなっていうふうにはいつも思ってますね。大学院時代には歴史の研究室で歴史を学んでいて、さらにその後にイギリスで3年間ほど設計事務所で働いていたんですけど、もちろん建築ってこう新しいものを発見して新しいものをこう発明ではないですけど、作り上げるみたいなことを目指してはいるところもある一方で、おそらくその今まであった歴史を遡ってみてなんか参照できるものだったりとか、なんかそれを改めて再解釈するみたいなことも大いに必要で、なんかその参照することだったり模倣することをこう積極的にできるような姿勢ではありたいなというふうには最近思ってますね。その歴史を遡って理解した上で何か新しいものに挑戦するだとか、今自分たちの目の前にあるもの、素材だったりとか歴史とか、その中で昔のものってどう解釈できるんだろうっていうふうに考え直すっていうことだとは思うんですけど、もちろん建築のこともとっても勉強になったんですけど、世代に関わらず昔のものに対して興味を持って、なんか古いものに対するリスペクトみたいなものがなんかどの文化にもあるなっていうことをすごく感じ取って、なんかそれは私にとってはすごく新鮮な発見で、それが建築のお仕事でも実務的なところでも建物の新しく設計するサイトがあるとすると、そこの歴史をまずは調べてコミュニケーションを始めることから設計が始まったりだとか、それがすごく日常の中に溶け込んでいるっていうのはすごく個人的には印象的でしたね。小さなことでもどこかからこうたどり着いてきた道のりがあってっていうことをなんかこう身に染みてというか、学問としてしっかり学んだことは大きいなと思いますし、おそらくこれは個人的な趣味のことかもしれないですけど、何か出来上がった形だったりとか、その佇まいに対してもともとこういう背景があるから今こうなってるんだみたいなことを知ることだったりとかは自然と興味を持ってたのかもしれないですね。一度自分の頭の中から外に置いて客観的にどう見えてくるのかとか、実際に作る時に作る人たちがどう考えるんだろうみたいなことをいろんな角度から知りたくて、それを少し自分から距離を置いて見ることができるツールとしては模型ってとても役に立つものだなと思ったりだとか、あとは日にちを変えると見え方も違ってみたりだとか、僕にとってはもしかするとその日常の手書きのスケッチに近いような位置づけなのかもしれなくて、頭の中に思ってたイメージはもちろんスタートラインとしてはあるんですけど、手を動かしていくごとにいつの間にか頭の中でもともと持ってたものと違うものが生まれることも当然あって、そこから発見することもたくさんあるので、なんかそれを意図的に期待しているところもある気がします。やっぱり見る角度を変えたりだとか、当然のことかもしれないですけど、模型なので影の落ち方だったりとか、あとは思いもよらない角度で実はこっちが正解なんじゃないかみたいな風に新しい視点を見せてくれるツールでもあるなとは思うので、そういう意味でスケッチよりはよりこう模型と自分との間の会話みたいなのが生まれやすいんじゃないかなとは、感覚としてはそう思いますね。なんかやっぱり自分で手を動かすことで発見することの価値がすごく多くまだあるんじゃないかなっていうところには期待してますね。
模型の素材自体はこのスチレンペーパーをとかスタイロフォームをよく使うのは使うんですけど、もう少し多様な模型の素材を試しながら作りたいなとは実は思っていて、実際の実務の中でどれぐらい挑戦的な素材の使い方をできるかっていうのはちょっと課題だなとは思っているんですけど、頑張ってコンクリートでキャスティングしてみたりだとか、何か実際の金属で作ってみたりだとか、なんかそういう挑戦はできる限りはしている中で、その中で一番長い間付き合ってきている素材、模型の素材としてスチレンペーパーだったりスタイロフォームはよく使って、昭島の住宅はお施主さんとの会話の中でいろんな場所に居場所を作りたいだとか、なんかその敷地の全体を使い尽くせるような住宅にしたいというようなお話がまずあって、居場所になるようなきっかけをまず作ることはできないかっていうことを考え始めて、住宅の下で建物を支えてくれている基礎っていうのはあるんですけど、その基礎自体をもう少し家具の一部のような扱いとして居場所を定義できるような、もう少し役割が与えられないかっていうようなことを考えて、まずは立ち上がった基礎によって居場所を作り上げるようなスタディを始めて、時が経つとそれが解体されたりだとか増築されたりして、また新しくそれが住宅の一部になるような、なんかそういうきっかけが作れるような基礎の考え方ができないかなというふうに考えていて、それで実際にコンクリートでキャスティングした模型を作ってみたりだとか、どういうふうに屋根がかぶさっていくと居場所を見つけやすくなるんだろうみたいな、そういうスタディを何度も繰り返しながら住宅の設計を進めてきました。この基礎でコンクリートでしっかりと強くできていて、でこの上に乗っかってくる木造との時間軸の違いっていうのはあるんじゃないかなというふうには思っていて、この基礎っていうのはもっと長い時間ここに残るものだろうなというふうに思って考えると、上にかぶさっている木造の部分がなくなったとしても、このコンクリートの部分は残って、ある時はもしかすると公園の遊具のように扱われることもあるかもしれないし、遺跡のような気配をこの土地に残していくことができる存在にもなるんじゃないかなというふうに、また新しい人が新しい使い方を見つけてこの空間を違う用途で使うこともできたらなみたいなことも勝手に想像しながらその素材の違いの意味だったりとか時間軸の違いみたいなことは考えていましたね。この基礎の部分と木造でかぶさる部分がどういう関係を持てるのかっていうことと、なんかできるだけかぶせてしまったことによって内側だけの建築にならないように、中と外との関係が対等になるにはどういう佇まいをしているべきなのかっていうのは結構難しくて、屋根の出方だったりとか背の高さだったりとかを調整して、どういうふうに中と外の関係性を対等に考えられるかっていうのはたくさんスタディしてましたね。これは本当に通路というだけではなくて、基礎が自分の背の高さよりも上のところまで立ち上がって、なんか人の居場所だったり人の行動を導いてくれる役割になっているという意味ではすごく象徴的な階段になってるなというふうには思いますね。そうですよね。結構公園的かもしれなくて、しかも公園って与えられた遊具だけじゃなくて、実は公園の一番境界線の崖みたいなところだったりとか、階段にたどり着くまでの小さい階段みたいなものも子どもにとっては遊び場で、なんかそういったふうに自分たちでここが遊び場だっていうふうに発見できるような、そういうきっかけが与えられたものではあるかもしれないけど、もともとそこにあったような佇まいで作られるといいなというふうに思いましたね。経営が大きくなってくるにつれて選手さんと会話もしやすくなるし、お互い共有しやすくなるので、それは一番大事なことかなと思うんですけど、
それ以外も窓枠の入り方だったりとか、少しその施工の時にどこがどういう工夫をしないとうまくいかないぞみたいなことも模型が大きくなるにつれてより自分たちでも実際に模型を作りながら体感することはできるので、そういう意味でも模型のスケールを上げることはとても重要だなというふうに思っていて、この大きさにしないと見えないものってあるんですよね。解像度を上げるだけではなくて、やっぱり人の見る目線が模型のサイズによって変わってくるので、なんか違う角度から違う大きさから見えてくるものをできるだけこう理解しながら実際の建物まで持っていきたいっていう意識があって、模型のスケールを変えるっていうのに必要性を感じてますかね。僕が大学院の時に藤森照信先生の研究室にいて、縄文建築団というでその建物を学生と一緒にこう屋根を拭いたりだとか漆喰を塗ったりだとか、そういうことをしてきた経験があって、自分で手を触れてどういうふうに屋根は拭かれてるのかみたいなことを知識だけじゃなくて実際体験することがすごく自分には大きい影響を与えたと思っていて、最終的な塗装だったり一部分の家具だったりを自分たちで作ることやお施主さんと一緒に塗装することはよくあって、もちろんそれは一つの理由としては経済的な理由で少しでも自分たちの力を注いで節約しようというような考え方ももちろんあるんですけど、結構それ以上に僕が感じているのは一緒に塗装したりだとか建物に実際手を触れながらこう作り上げていく経験って、実際にこの建物がどうやってできているだとかどれぐらいの時間がかかってこの建物が仕上がっていくのかっていうのを本当に体を持って体験することができるので、なんかそうすると施主さんも建物そのものに対する、愛情ももちろんできますし、でどういうふうにできているのかっていう仕組みも一緒に共有できるのはすごくなんか大事なことだなっていうふうに思っています。